はいマックチャンネルジャパンへようこそ。せーの、世界のマックちゃんです。結論から言うとね、結果、大腸の直腸部、巨大なポリープが見つかりました。悪性か良性かはね、生検の結果次第なんだけど、10日ぐらい、2週間ぐらいで結果が出るっていうことなんで、それまで待ってみたいと思います。いずれにせよね、大きさが15ミリ。15ミリで15ミリ。かなり大きいっていうことなんで、良性であっても切除、切る手術はしないといけないっていうふうに言われてしまいました。これを言ったらちょっと年齢がバレちゃうんだけど、数ヶ月前にね、人間ドックに行ったんだよね。そしたら、便潜血、肝機能、心電図、この3つでね、要精密検査っていう指摘を受けちゃったんだよね。ちょうど2週間前ぐらいかな。病院に行って、採血とか24時間、体に、心電図みたいな、なんかくっつけてね。そういったことをしたんだけど、便潜血の精密検査ってさ、大腸カメラになるっていうことなんで、それでね、1週間後に病院の検査の予約をしたんだよね。採血や24時間心電図の検査結果ってね、経過観察で、異なってやりました。けど、昨日受けた大腸カメラの検査結果で、巨大なポリープが見つかってしまいました。大腸カメラ検査は胃カメラと違って、すぐに検査ができなくてね、朝に病院に行ったんだけど、午前中いっぱい液状の下剤を飲んで、10回トイレに行って、やっと検査を受けることができたんだ。この液体がね、とにかくまずかった。便の濁りがなくて透明になってきたら、大腸カメラの検査なんだけど、さすがにね、この動画は撮れなかったです。睡眠導入剤の点滴をして、気がついたら大腸カメラって終わっていました。先生から大腸の説明を受けて、写真を見せられたんだけど、下行結腸に小さなポリープが見つかりました。ただね、これは大したことないっていうふうに言われたんだけど、もう一つ、直腸に15ミリの巨大ポリープが発見されてしまいました。良性なのか悪性になってるのか、ちょっと細胞の検査をしてみないとわからないっていうことで、生検に回すっていうことになりました。ポリープは大きくなると、悪性の癌に変化している可能性があって、細胞を取って生検に出すけど、いずれにしろ手術がやっぱり必要だって言われちゃいました。2週間後に、生検の検査を聞きに行くんだけど、悪性だったらって思うと、転移の可能性もあるから、ちょっと不安だよね。ちなみに、医療費は3割負担で、19,130円でした。今のところね、症状はないんだけど、今内臓に負担かけないように、ストレスを少し少なくして、あとはね、食事はね、ポリープを小さくする、そういった作用があるって言われてる、抗酸化成分を含むターメリックや玉ねぎを含んだ、カレーライスを食べようかなって思っています。毎年ね、胃カメラは受けていて、胃に小さなポリープがあるっていうのは知ってたんだけど、大腸カメラ再検査が初めてだったんで、こんなに巨大なポリープがあるっていうのは思わなかったね。40歳を過ぎて、50歳から、大腸がんっていうのは急激に増加するみたいだから、みんなもきちんと、早期発見、そして予防に努めようね。